えーっと、ガスの元栓よし。エアコンも切った。問題なし。じゃ、行ってきますと。あ、夕飯。まあ、手前でいいか。いいっすね。学生って。お疲れ様でーすって、あれ私、入り時間、間違えてないっすよね。お疲れ様。もしかして、ひなさんも呼ばれたの？そうなんですけど、なんていうか、珍しいですね、このメンバー。確かに、変わった組み合わせです。私は以前、奏さんとは、映画で共演させていただきましたが。でも、初共演なんて現場じゃよくあることでしょ？なんとかなるわよ。ね、ゆきに。私も、頑張る。まあ、それもそうっすね。ゆっくりやっていきましょう。新曲に合わせてのショートムービーの撮影。ジャンルは学園ものでいいのかしら？学園ものっすか。青春もの、王道でいいですよね。私はきっと、教育実習生とかそのあたりで。そんなことないみたいよ。ほら、ここ、役名のところ。女子生徒ひな役、荒木ひな？いやいやいや、何考えてるんすか、この配役。でも、ひなだってちょっと前まで学生だったんでしょ？ちょっと前って言っても、私のは年単位っすから。まあ、お仕事はお仕事ですし、必要ならやりますけどね。憧れ。気持ちを理解すね。周りを。見てるわよね、私も。マスコット？あら、私だけ仲間外れなんですね。これはこれで楽しそうだけど。そう言っていただけるのはありがたいです。期待に応えられるよう頑張りますね。
役と向き合う。雪見と雪見。私？さあ、戻ったら早速レッスンするわよ。はあ、リサちゃん張り切ってるっすね。当然よ。ねえひな、読み合わせに付き合ってもらっていい？あと奏も。悪いけど私は遠慮しておくわ。少し監督に確認したいことがあって。じゃあ。何よ、仕方ないわね。なら先行くわよ。みんなやる気。私も頑張らなきゃ。でも雪見さん、雪見さん、何か困ってはいませんか？余計な世話でしたか？台本をいただいた時から思い悩んでいるように見えたので。と雪見、ちよ、読み合わせするわよって。二人とも何やってんの？これは。いえ、別に。世間話をしていただけです。では、私はこれで。待って、ちよ。プロデューサー。ちよ。私のこと、心配してくれた。困ってるって、分かってくれた。でも、私、わからないこと、たくさんある。役のこと、お話のこと、いろんなこと。いろいろ考えすぎて何がわからないかわかんなくなっちゃったかな。どうしたらいい？プロデューサー。一番わからないこと。高校生のこと？言われてみればそうね。小学校と同じはさすがにないだろうし。でもこれ説明むずくないっすか？高校生っぽいことをするとかならまだわかりますけど、放課後に買い物してファミレスでダラダラってわけには。え？
構いません。それが必要なことなのであれば。そうと決まったら奏も呼んでこなくちゃね。行くわよ雪見。私はお嬢様に連絡を入れてきます。これで予定の場所はだいたい回ったけど、雪見どう？高校生少し分かってきた？でも雪見のことはあんまり。雪見？おお、役のことね。あまり喋らない役ですし、確かにつかみづらいっすよね。それも少し。でもそれだけじゃない。このお話すごく悲しいから。悲しいですか？千代も奏も相手が大事。それは雪見も知ってた。なのに二人とも言いたいこと言わない。さよならは悲しいのに、どうして？これは私なりの考えですが、時には伝えない方が幸せな時があるのです。思いを伝えることは相手を縛ること。ならばそんな枷はない方がいいと、そう千代は思ったのではないでしょうか。それが幸せ？ええ、そうです。それが幸せ？そんなこと決まって。幸せです。少なくとも千代にとってはそうなのでしょう。今の千代ちゃんの話で大事なのは、相手が大切だからこそってとこですね。相手を思うから縛りたくない、そういう気持ちですよ。そうね。他には口にすることで関係が変わるのが怖いなんて考えの人もいるでしょうけど、お二人ともとにかくこういうのは白黒つくものじゃないんすよ。大事なのは本人たちが納得するかですし、劇中の二人は納得してるんでいいんです。実際千代と奏が選んだことなら何も言えないわよね。だから雪見も言わなかったんじゃない？大事だから言えない。
じゃあ、二人は悲しくない？全然悲しくないって言ったら嘘になるでしょうけど、でも台本だと最後のシーンはどうなってました？最後は二人で笑顔。そっか、笑顔。よかった。千代。はい。千代のこと教えてくれてありがとう。私は何も。むしろ抽象的な話で混乱させてしまいました。大丈夫。千代の言ってたこと少し難しかったけど、気持ち伝わったから。そうですか。それならばよかった。なんとか一件落着ですかね。これは確かによく見ておいた方が良さそうですね。プロデューサーの言う通りか。行くわよ、雪見。うん。私はお嬢様に連絡を入れてきますので。さて、私も付き合うとするっすかね。高校生っぽいとこって言ったら、なんすかプロデューサー。まあこのメンバーならそうなるっすよね。そりゃ私最年長ですし。かなでちゃんもっすか？いやいや、私なんかが何を今さら。またそんなこと言って。分かったっすよ。ま、これでも一応大人ですしね。とは言ったものの、何を見ればいいんすかね。あれ、そういや、かなでちゃんはどうしたんすか？先ほど前の仕事が押していると連絡が入ったそうです。奏さんにしては珍しいのでは。奏ってばいまいち時間合わないわね。フォーメーションの確認とかもうちょっと時間かけたいのに。ま、そういうとこはちょっと役に似てるかもだけど、ミステリアスっていうか秘密主義っていうの？確かに。それこそ一人で勝手に留学を決めた奏みたいな。ひな？いや、なんでもないっす。でも奏ちゃんのそういうとこ若くていいなって私は思うっすよ、ほんと。そういえばひなって大人だったわね。遅れてごめんなさいね。4人ともどうしたの？お疲れ様です、奏ちゃん。
ちょうど休憩してたところっすよ。さて、奏も来たことだし、早速合わせるわよ。あら、待っててくれたの？あんたがいないと閉まんないのよ。ほら、曲かけるわよ。パパ、お仕事頑張ってねっと。これで喜んでくれるわよね。さてと、帰るまでまだ時間が。ジオ？こんなところに一人なんてどうしたのよ。お疲れ様です。時間が空いたので台本を確認しようかと。ねえ、それ私も一緒にしていい？唐突ですね。私前に千歳とお仕事したでしょ。その時に千代のこと聞かせてもらったの。でも直接話したことはほとんどないし、だからいい機会かもって思って。もちろん無理にとは言わないわ。どう？そういうことでしたら構いませんよ。千歳ってばそんなことするんだ。千代も苦労するわね。苦労はありません。奏と千代もこうしたらよかったのにね。こうとは。話すってこと。私ね、千代の話を聞いて考えたの。伝えることと伝えないこと、どっちがいいのかって。私は気持ちを伝えないなんて絶対嫌。気持ちって自分から言わなきゃ伝わんないもの。それに言って気まずくなったらその時でしょ。それならそれで納得するまで話し合えばいいのよ。それははい、そうですね。そうですねって、ちょっと前と言ってること違くない？いえ、そうではありません。あの時私が言ったことは紛れもなく私の本心でした。ですが、それが幸せ？本当は分かっているのです。伝えないより伝えた方が幸せになれる、そういうこともあるのだと。でもやっぱり大人って大変なのね。そういうことでは。そういうことよ。大人っていつもあれこれ考え込んでるでしょ。私だったらそんなことしてらんないもの。さあ続き読むわよ。まずは目の前の作品に集中しなきゃ。ええ、まずはなすべきことをなさなければ。盗み聞きっすか？それとも横連棒？あの二人、まるで青春映画みたい。まあ実際お仕事がそういう系ですからね。いや
私には眩しいっす。でもひなさんだって数年前は制服を着てたんでしょ？青春なんて一瞬のきらめきなんで忘れちゃうんですよ。そんなこと言って私たちも一緒に青春するんだから。いやー、そうな、私にあんなキラキラした雰囲気を出せるかどうか。私だって眩しいのは苦手よ。ねえひなさん、相談したいことがあるんだけどいい？いいっすよ。私もちょうどかなでちゃんに聞きたいことがあったんで。くしゅん。着てくる上着を間違えたな。戻るのも手間か。おはようございます。おはようございます、千代ちゃん。早速ですけど、プロデューサーから伝言。衣装合わせは被服室だそうで。その後は昨日説明された通り、屋上でダンスパートの場当たりやってすぐ撮影ね。やっぱ結構詰まってない？このスケジュール。制作側の都合でしょうね。でもリサならそれも悪い気はしないんじゃない？当然よ。むしろ燃えてくるわ。千代、被服室はこっち。あとこれ。マフラーですか。これは雪見さんがつけていたものでは？学校あんまりあったかくない。千代、寒そう。使って。それでは雪見さんが。私は平気。服いっぱい着てきて、ちょっと暑い。雪見ってばすっかり気膨れてたものね。お母さんなりの優しさなんでしょうけど。そういうことならありがたくお借りします。人に物を借りたのは久しぶりかもしれない。このぬくもりは私には不要だ。私には不相応なものだから。慣れてはいけない。なのに私は暖かい。お疲れ様、千代。今日の撮影大丈夫だった？お疲れ様です。大丈夫とは？休憩中浮かない顔をしてたでしょ。最初は高いところが苦手なのかと思ったけれど、もしかして役のこと？本当によく似ている。奏さんはこの物語をどう思いますか？奏として言うならずるい話でしょうね。夢を追いたくて、でも何かを捨てることもできなくて、そのまま傷つけながら逃げていく。どっちつかずの
ずるい話。でも、そんなずるさが人の心を掴んで離さない。いるのよね、そういう人。わがままで、エゴだらけで。でも、偽らず、美しくて。そういう千代は、どう思ったの？私は、わかりません。わからない？最初は、自分に似せて書かれた役だと思いました。その感情も、心の動きも、理解したはずでした。ですが、違ったのね。救いがあっても、良いのではないかと。そう思う自分がいます。手放したものは戻りません。喪失を受け入れなければならない。ですが、私は変わってきたわね、千代。あなたからはそう見えますか？いや、今は答えを出す時ではないと思います。そうね。でも、その気持ちは仕方がないと思うわ。なぜ？気持ちって、一度気づいたら、抗えないの。どんなに綺麗でいたくても、取り繕おうとしても、無視することを許してくれない。でも、それでも認めたくなくて、あがいて。そうやって意地を張るのよ、みんな。あなたも。ええ、もちろん。かなでちゃん、千代ちゃん、そろそろ戻るっすよ。今行くから。時間切れね。戻りましょう。はい。ありがとうございました。そろそろ、大丈夫かしら。ちょっと、かなでってばまたいないわけ？番宣系の仕事も全然噛み合わないし、あのロリコンプロデューサー、スケジュールくらいちゃんと調整しなさいよね。まあまあ、しょうがないっすよ。どうしても先方がずらせなかったんですから。番宣も局の都合ですし、かなでちゃんが悪いわけじゃないっす。まあ、かなでだし、本番でもうまくやるんでしょうけど。っていうか、やけに詳しいわね。え？ひなさん？何か知っているのでは？りく！いやいや、何のことっすか？とぼけないで。だいたい最初から二人ともちょっと変だったのよ。なんか一歩引いてるっていうか。以前共演した時、かなでさんは撮影に協力的でした。脚本の内容で比べるわけではありませんが、今の彼女には違和感があります。ひな、私たちに言えないこと？
わかったっす。これはちょっと前、私たちがダンスのフォーメーションを確認してた頃っすね。その時に、かなでちゃんから聞いたことなんですけど。距離を置くわ。あなたたち全員とね。どういうことっすか？監督と相談して、そういう話になったの。みんなと必要以上には関わらないようにしようって。なるほど。だからかなでちゃん、ちょっとよそよそしかったんですね。でも、どうしてそんなことを？作品を良くするためのスパイス。なんて、かっこよく言えたらよかったんだけど。今の私に必要なのは、夜の美しさとは逆。日差しの下に立っても剥がれない、綺麗な嘘。奏という憧れを知るために、誰かの幻想を演じるために、私は、彼女の気持ちを知りたい。こんな役割になるなんて。そう言われたら、私は何も言えないっすね。いいですよ。その計画、私も付き合います。何よそれ。なんで私たちに黙ってたの？確かにそういうことをする役者さんもいるって聞くわよ。でも私たち一応仲良しの役なんじゃないの？この作品のテーマゆえですか？秘めた思い。私たちのため？まあ、そういう面もありますよね。少なくとも、監督はそのつもりだったと思います。演技をしやすくするためにって。それで、こんな話を打ち明けた後で言うのもなんですけど、かなでちゃんの気持ち、汲んであげてくれません？はあ、奏のやりたいことは分かったわ。ひなの考えもね。ええ。話を聞いて納得しました。うん。私も奏がそれでいいなら大丈夫。ありがとうございます。3人とも。どういたしまして。みんないろんなこと教えてくれた。お話のこと、高校生のこと。でもみんな考えてることもっとたくさん。私はどうしたらいい？私ができること。なぜ私はこんなところに。気持ちって一度気づいたら抗えないの。どんなに綺麗でいたくても、取り繕おうとしても、無視することを許してくれない。もし奏さんの言葉が真実なら、
私もいつかそうなるのだろうか。認めた先に何が。奏ってば何でもかんでも一人で抱えすぎなのよ。わかってるわよ。二人がやろうとしたことも考えてることも。でも学園ものっすか。青春もの王道でいいですよね。監督と相談してそういう話になったの。みんなと必要以上には関わらないようにしようって。ああ、もうムカつくわね。もしもし、ゆきみ、ちよ。ちょっと相談したいことがあるんだけど。うん。明日、レッスンルームに集合ね。やっぱリリース前は忙しいっすね。番宣のお仕事もありますし。ひなさん、あれ、かなでちゃん先に楽屋戻ってたんじゃ。プロデューサーさんから聞いたの。私のこと3人に話したって。あれはすみません。黙ってる約束だったのに。ううん、いいの。むしろ任せてしまってごめんなさいね。あとありがとうございます。どうしてもそれを伝えたくて。みんなどんな反応だった？やっぱ驚いてたっすね。リサちゃんはちょっと怒ってた感じで。それはそうでしょうね。でもひなさんは怒らないのね。だってかなでちゃんはやりたいと思ったんですよね。ならそれでいいんじゃないですか？それでいいって。あなたってずるい人ね。私が？ええ。私のわがままもみんなの気持ちものらりくらりとかわして笑って受け止めてしまう。とってもずるくて優しい人よ。買いかぶりすぎっすよ。私はただちょっとおせっかいしたくなっただけですから。いやー、年ですかね。じゃあ私はこれから事務所に戻りますけど、かなでちゃんはこの後は？私は別の場所で練習するわ。3人には申し訳ないけど外のスタジオを借りてるの。きっと大丈夫ですよ。みんなには伝わってますから。それじゃあまた明日、帰り道とか気をつけてくださいね。ええ、また。お疲れ様です。遅れちゃってすいません。来たわね、ひな。そう、通し稽古するわよ。ひな、荷物
代わりに置いてくる。おー、なんかみんな張り切ってるっすね。だって奏も別の場所で頑張ってるんでしょ。それなら負けられないじゃない。奏さんの話を聞いた後、今後のことについて3人で話をしました。打ち明けられた以上、奏さんが一人で練習をする意味はもうありません。ですが、私たちは奏さんの意志を尊重します。奏さんがこの作品のためにすべきことがあるなら、そしてそれが私たちのためでもあったというなら、私たちにそれを止める権利はありません。裏で動いてたのはちょっとだけ納得いかないけどね。だからこっちはこっちで完璧な演技をすることにしたの。現場で驚かせてやるんだから。奏、ずっと言わないで頑張ってた。だから私たちも頑張る。そうですか。ならよかったっす。ちょっと何人事みたいに言ってんのよ。いい？これひなにも言ってんのよ。私も？そうよ。何が引っかかってるのかは知らないけど、勝手に線を引くのはやめなさいよ。私たちは対等なのよ。同じでしょ？対等。そうよ。なんか文句ある？いや、そうですね。私たちは対等な仲のいい女子高生役でしたね。対等でいいんですよね。すみません、監督。ちょっと外出てきていいですか？ありがとうございます。プロデューサー？どうしたっすか？あ、もしかして撮影が前倒しになったとか？ああ、いや、気にしないでいいっすよ。むしろおかげで気づかされたっていうか、私が勘違いしてたっていうか。まっすぐで役に向かって一生懸命で、正直羨ましかったっす。はあ、いいな、青春してるなって。でもこれはひなも感じてたんですよね。ひなの君は千代ですから。千代は奏に出会って変わっていく。たとえ本人が必死に違うと言い張っても分かってしまうくらい。それってすっごく眩しかったと思いますよ。ほら、私ってネクラじゃないですか。青春なんてキラキラしたこと全然した記憶なくって。だから正直引け目があったんです。でもこの役をやってみんなにちょっと叱られて、私やひなみたいなのも青春ってことでいいのかなって、
そう思えたんです。そうですね。ただまだぼんやりしちゃってるんで、もう少し世間話に付き合ってください。野球部か。そういや、うちのクラス野球部が結構多かったんですよね。だから夏の大会の前とかみんな張り切ってて、結構強かったから学校も期待してたらしいんですけど、まあ地区予選であっさり負けちゃって、私は応援とか全然行かなかったんですけど、でもクラスメートが負けたって聞くのはちょっと悔しかったんですよね。ほんと思い出せばいろいろあるもんですね。いろいろあったな。くだらない話に付き合ってくれてありがとうございました。いやー、恥ずかしいところをすみません。まあそうっすね。学生時代なんて黒歴史を作ってなんぼだと思ってましたけど、今この瞬間でも生まれるんですよね。じゃあ行ってくるっす。もちろん。プロデューサー連れてきてくれてありがとう。つい最近ロケで来たばっかなのにもう懐かしいわね。それにしてもプロデューサー、打ち上げ抜け出して本当に良かったの？わかった。じゃあ行ってきます。いやー、終わったんすね。本当に始まってみればあっという間だったわね。思えばあの監督も無茶をしてくれたものです。その説は本当にごめんなさいね。奏大丈夫。私たちは平気。そうね。ちょっとびっくりしたけどそれだけよ。ちょっとねえ。いいなあ。分かってるっすよ。でもおかげで奏のことが分かった気がするわ。奏って結構かっこつけなのね。褒めてもらえて嬉しいわ。そういうとこよ。ひなさん、奏さん、今回はありがとうございました。どうしたんすか、そんな改まって。お二人には気にかけていただきましたので。いやいや、奏ちゃんはともかく私何もしてないっすよ。むしろみんなに叱られましたし。
お礼ならかなでちゃんだけにどうぞ。公園で話をした時、ひなさんは私の言葉を補おうとしてくれました。それ私も思った。すっごいわかりやすかったわね。ええ。私の時も気にかけてくれた。そうね。私の相談にも乗ってもらったし。いやー、それはですね、正直プロデューサーの見ていての意味を勘違いしてたというか、そういうあれで。こういうのは気持ちを受けた側が決めるものよ。それはそうですけど、でもなんでこんな流れに。撮影は無事に終わりました。ならばもう気持ちを隠す必要はありません。私たちと5人の少女はよく似ています。そもそもが手書きでしたから当然ですが。でも私たちは違う。私たちはおしまいじゃない。むしろここから始まるの。だったらちゃんと言葉を交わさなきゃもったいないでしょ。はい、おっしゃる通りです。プロデューサー、もう帰る？まあそういうわけだから。ありがとね、ひな。ありがとうございます。私からもありがとう。ひな、ありがとう。ちょっと、この空気で一緒に帰るんすか？本当に？こっぱずかしいっす。はあ、まあいいか。今しか味わえないこの何とも言えない感情、これも青春ってことで。ありがとっす、青春。